プログラマブルサウンドジェネレーター、略して PSG、 ゼネラルインストゥルメンツ社の AY3 は地球10のことを言います。テキサスインストゥルメンツ社の SN764 は地は地球も同様に扱われることが多いです。厳密には PSG ではなく DCSG です。ヤマハの FM 音源チップにも採用され、こちらは SSG とも呼ばれます。有機比というものがあります。ファミコン音源 PAPU は区形波流気比1対1、1対3、1対7が切り替え可能であり、三角波 TPCM も搭載されています。今回は流気比1対1の完全な区形波音源を収集がつかないのでまとめて PSG と呼び、メインで扱います。MSX での活躍。当初はハイドライドに代表される PSG そのままの音が利用されることが多かった。ターニングポイントとなったのは未だ MSX 最高峰のソフトとして名高いこちらのソフトです。夢大陸アドベンチャー。当時の MSX ユーザーの少年少女たちはグラディウス等のファミコンや PC88 シリーズと比較されづらい立場にあることが多かった。そんな中、結局南極大冒険の第2弾として本作が発売されました。 MSX1 とは考えられないグラフィック。 MSX マガジン担当者が特殊音源チップが入ってるに違いないと分解までした伝説。そしてゲーム性、ハードステックを忘れさせてくれる偉大なソフトでした。そして小城雄三氏と石川美恵子氏が MSX で様々な名曲を生み出します。 PSG を2音と重ねてコーラス効果式区形波という概念を飛び抜けた美しい音色を奏でました。本作はサントラも発売され、もはやオリジナルよりも美しいと言われるサウンドに多くのユーザーを魅了しました。ネットで話題になりました。日本ファルコムすべての作品の中で代表作は何か、様々な意見があるでしょう。どれも捨てがたいので消去法で考えるしかありません。あえてこの作品を推したい。ドラゴンスレイヤー4、トラスレファミリー。当然イースやソーサリアンも超絶名作です。単独で2時間の動画が作れるレベルであります。しかしながら色数やスクロール等の問題で後の移植作品の方が優れている面もあります。ガチ勢の方どうか怒らないでほしいです。本作は欠点が何一つない。ハードの性能を忘れさせ、美しいグラフィックとサウンド、ゲーム性、すべてが完璧です。キャラクターごとのサウンドすべてが美しい。このゲームを楽しんだユーザーは日本ファルコムで最も美しいゲームをあの時代に体験できたことを神に感謝してよいです。それほどに本作は美しい。 TC88 キュッパチでの活躍。TC88 キュッパチシリーズ等でも PSG は YM2203FM 音源との美しいハーモニーを奏でました。詳細は OPN または OPNA の回で語りますが、ここでは一つだけを紹介しましょう。日本ファルコムピラミッドソーサリアンエンディング。 PSG の美しいハーモニーから始まり、その後 FM 音源とのセッション、日本ファルコム製のソーサリアンの最後を飾るにふさわしい名曲です。メガドライブでの活躍。メガドライブではマーク3互換のため PSG が搭載されました。しかしながらメガドライブには強力な4オペレーター FM 音源 YM2612 と PCM が1チアン搭載されており、ほとんど使われることはありませんでした。そしてまた小城雄三氏の登場です。往年の小城サウンドは現在であり、 PSG が美しいハーモニーを奏でました。小城雄三氏は PSG、FM 音源、そしてアクトレイザーに代表される PCM
でも常に第一人者でした。メガドライブにアフターバーナー2を移植する無茶にも程があります。まず当時最高傑作と言われた X68000 番のサウンドを聞いていただきましょう。次にメガドライブ版のサウンドを聞いていただきましょう。感想は人それぞれですが、ゲームサウンドはサウンドモードで聞くものではありません。実際の X68000 版のプレイ動画を見ていただきましょう。メガドライブ版のプレイサウンドを聞いていただきましょう。この違いは何か X68000 にはなくてメガドライブにあるもの、そう PSG です。実はメガドライブ版アフターバーナー2は PCM を一切利用していません。バルカン、ミサイル、ドラム、オーケストラヒット、これらを全て PSG が出しているのです。改めてFM 音源および PCM をオフにしたアフターバーナー2を聞いていただきましょう。PCM の時代となり PSG はその役割を終えました。しかしながら PSG の美しいコーラスは後の時代でも愛され続け、さまざまな楽曲でメロディラインとしてバックコーラスとして往年の音色を奏でます。すでに PCM の時代となったセガの名作パワードリフト、全てが名曲の中で圧倒的人気を誇るライク・ザ・ウィンド。メロディーラインは当然 PSG ではない PSG 風の音です。中の人が愛してやまない YMC 系 S バンド、なぜレトロリバイバルバンドは PSG を選ぶのか。背景ジョン・レノンという名曲があります。あれほどジョン・レノンを否定しながらもステレオから流れるあなたの声は優しいという歌です。なぜ我々は PSG のサウンドに魅了され続けるのか。いわゆる解雇主義者だからなのだろうか。現代のゲームミュージックはもはや何の制限もなくオーケストラや生バンド、あらゆる音楽を奏でる。ただしかしゲームをクリアしてその音楽を口笛で吹けるだろうか。ドラゴンクエストの名曲ランキングにおいても常にファミコン時代の曲が上位になる。あらゆる制限の中であらゆるテクニックを駆使して生み出されたサウンド、そして自然界には存在しない区形派。考えても考えても答えは出ない。ただ今日も出勤しながら Bluetooth イヤホンから流れる PSG の音楽はただただ優しく美しい。我々の子供世代は PCM ストリーミングが当たり前の世代となった。多分これを見ている我々世代はゲームミュージックの時代の移り変わりをリアルタイムで見ることができた。それはとても幸せなことだったと思う。PSG サウンドはいつまでもいつまでも輝き続け、美しい音色を奏でるのです。